はい、どうもこんにちは。プリウスに乗ってる車両を見ると、50メートルぐらいパワーアップがします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、本日は、こちらの数々のヘッドライトがあるんですけれども、こちらのヘッドライトが視聴者さんからね、いただいたりとか、または購入したりとか、いうので、一通り取り揃えたヘッドライトです。ただし、こちらのヘッドライトたちは、残念ながらやはり技あるのなんで、経年劣化がすごいということで、こちらのヘッドライトの研磨をですね、今回やって、同時にそのままの状態ですと、やはり被膜がないので、すぐにまた黄色く劣化してしまうというのがありますので、そちらをですね、ウレタンクリア、こちらを使って何年経っても劣化しづらいようなヘッドライトに見違えるように変えていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。さあ、それではですね、早速ヘッドライトを研磨していくんですけれども、その前に、まずはヘッドライトの状態をですね、ちょっとチェックしていきたいと思います。まず一番最初に綺麗だなと思うのが、こちらのヘッドライトです。こちらはですね、視聴者の吉坊さんからですね、ウレタン塗装依頼が来まして、一応ですね、なんか中古で購入したというやつなんですけれども、中古で購入したもので、一応ですね、研磨をしている感じなんですよね。ちょっとね、磨いた跡とかが、ここら辺で見るとわかると思うんですけども、ちょっとうっすら研磨したような跡がありますので、それをきれいにしきれなかったんですね。多分、その、吉坊さんが買う前のオーナーさんがやったと思うんですけども、そちらの方が研磨したんだけども、きれいにしきれなくて、一応ね、これ多分なんか塗装かなんか塗ってあるんですよね。で、塗ってあるんだけども、結局、磨いた傷が落としきれてないので、どうしてもクリアを塗った後でも傷が残っているというような状況なんです。なので、これを一度削り落とすと。状態としては若干、中は綺麗なんですけれども、もう一個の方なんかは、ここにうっすらひび割れが入ってたりとかがあるんで、ちょっとね、どこまで綺麗になるかと、あとはここの、なんか線傷がね、スリーッと入ってるやつなんで、この傷ってね、何気に落ちないんですけども、できるだけ落とせるように頑張ってみたいと思います。はい。そして続いてですね、こちらはですね、視聴者のケンさんからいただきました。ケンさん、毎度ありがとうございます。こちらはですね、おそらくヘッドライトのアイラインつけてたと思うんですけれども、そちらの両面テープの跡と、見てください、これ。アイラインがついてたところはこんだけクリアなんですよね。それに対してこっちはもう真っ黄色に変更になっちゃってますんで、こちらをですね、均等に落としていければなと思います。両面テープの跡を剥がして、その後研磨をしていくと。そしてこちらもやはりちょっとうっすらなんか中にまで入り込んだような傷が入ってます。色味で言えばこちらの方が黄色っぽいかなと思います。もう一個の方も同様です。そして WR のヘッドライトの場合は、このプレートがついてるんですけれども、これを剥がすとですね、両面テープの分は剥がせるらしいんですけれども、ここをね、ちょっとどうしようか検討してるんですけれども、ここはね、また後ほどどうするかを説明していきながら、塗装をね、していきたいと思います。大体ね、この樹脂のレンズは3ミリぐらいの厚みがあるそうなんで、結構ね、磨いても大丈夫だと思いますので、ゴリゴリしてみたいと思います。それでは研磨の作業に入りたいと思います。はい、そうしましたら、あとはですね、一番最初は、今回は240度からやっていきたいと思います。できれば手だと均等的にやるっていうのがなかなか難しいので、こういうね、板とか、スポンジとか、そういうのなんかを使うと均等的にできるんで、使った方がいいかなと思います。ただし、側面部とかになると、ちょっと使いづらいので、そういうところなんかは手でね、実際にこすると
いう感じで使い分けた方が非常に効率的にね、できると思います。切り替えるのがめんどくさいから結構切り替えるのやったりなんて思いがちなんだけども、結構ね、意外に意外で、やはり使い分けてやった方が綺麗にかつ早くね、できます。はい、じゃあこれ240番の耐水ペーパーなので、水をつけて削りたいと思います。最初この両面テープあたりを取りたいと思います。はい、削ります。さあ、視聴者さんお待ちかねのヘッドライトの磨きなんですけれども、まず最初240番で磨きまして、最初のうちっていうのは黄ばみがものすごく出てきます。でこの黄ばみが出てきた後に、それでもまだ削ってると白い濁りに変わってきますので、それまでずっとやってください。それからずっとひたすらやってって、これはそのまんまずっとやり続けてるんですけど、慣れてない人なんかだったら一回水かけてタオルドライで乾かしてみると、削ってる部分と削ってない部分とか分かれたりとかしてますんで、それで実際に全体的にきれいに削れてるかなんかをやってみてください。で意外にヘッドライトって平面に見えるんですけれども、実は結構湾曲とかしてるんで、こういう平板なんかを使ってると均等に磨けていないとかもあるんですけれども、もし湾曲してる部分とかに関してだったら、平板を外して手でね、紙やすりを持って削るっていうのはありだと思います。はい、これで今240番を終えました。だいぶね、曇ってて、ザラザラな感じが手でもわかるんですけども、一応これで残りのヘッドライト5個も同じようにですね、研磨していきたいと思います。まずは240番で仕上げました。次は400番でやりたいと思います。はい、ここで1点お知らせです。マーブラックスタジオでは、視聴者さんの整備、カスタム、作業、洗車等の作業を引き受けております。こんなステルス YouTuber だから信用できないかもしれませんが、車を大事にする気持ちは大きいと思いますので、ぜひ、マーブラックスタジオにね、遊びに気がてら、遠方の方でも、送っていただけても結構です。ワンオフマフラーや整備関係の作業、または塗装とか、そういう基本的にオールマイティな作業を引き受けております。ぜひですね、マーブラにやらせてみようかなっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄の方をご覧になってご一報いただければと思います。ただし、最初の問い合わせから名乗りもしないでいくらですかとか、これやってるとか、そういうのはちょっと勘弁してください。いくらなんでも私も人間ですので、名乗りもしないで、いきなしこれいくらとか、そういうのはちょっとやめていただければなと思います。ということで、マーブラックはみんなが乗りたくなるような車作りをコンセプトとして動画を配信しておりますので、ぜひともご依頼いただければと思います。それでは本編へ参りましょう。レッツゴー。はい、とりあえずですね、これで3セットあるんですけれども、こちらの吉坊さんから依頼を受けたものに関しましては、以前にその磨いてあるっていうので、さほど240番で磨くほど程度が悪くはなかったので、こちらはですね、600番からスタートしたいと思います。そして今こちらの2セットを240番で磨きました。やはりですね、ものすごく基盤が出てましたので、かなりこの後にですね、もっともっと細かい鍵盤になっていったら、綺麗な面が出ているんじゃないかなと期待できますので、今度は400番をやってみたいと思います。ちなみにですね、こちらのヘッドライトで、ここのパネルをですね、外してみたんですけれども、案の定、こちらの両サイドの爪がですね、折れてしまいました。なので、やはり新品で準備していない限りに関しては、外さない方がいいと思います。またはここの両サイドはちょっと爪が折れちゃってもいいから、この両面テープだけでくっつけばいいよっていう方なんかだったら外してもいいと思います。ただ、その時でも外すのは慎重にやらないと、ここの面の部分がバキッと割れてしまいますので、もし外すんであるならば、十分注意して、ゆっくりとこじるような感じで取りますので、十分ね、気をつけて使ってください。基本は外さない方がいいと思います。はい、それではこの400番で削りたいと思います。さあここからまたひたすら磨きます。正直このヘッドライトの研磨っていうのは一番大変なのはこの研磨なんですね。でこの研磨なんかでやってるうちに飽きてきちゃうんですよ。
マーブラなんか特になんですけども、でこの飽きてくると、磨いてない部分、磨けてる部分っていうのがはっきりと分かれてきてしまってムラになってしまいますんで、ここはね、なんとか気をね、精神を保ってやり続けるっていうのなんかを大事にしてみてください。じゃないと後々クリア塗装をしたとしても、せっかくの苦労した削りが無駄になってしまいますので、なんとかね、均等に削るように頑張ってみてください。400番が完成しました。あと、残り400番は3つをね、仕上げたいと思います。それまで、スキップ。はい、これで400番のペーパー掛けが終わりました。続いてですね、600番なんですけども、ちょっと600番を切らしちゃってたんで、400番の倍の数までの範疇のペーパーで削るんですけれども、一応ですね、今手元にあったのが800番だったので、800番でですね、削っていきたいと思います。そして今回から、こちらの吉坊さんからもらったヘッドライト、これもですね、同様に800番で3セット削っていきたいと思います。ちょっと長丁場になりますけど、頑張りたいと思います。さあ、ここから折り返し地点になりました。この800番からはですね、このヘッドライトの表面だけではなくて、この側面部なんかもやってください。この側面部をやらないとライトの縁の部分の黄ばみというのが落ちませんので、必ずね、側面部なんかもやってあげるようにしてください。あんまり粗い目でやらなくて大丈夫です。はい、じゃあ800番1個完成しました。また同様にこんな感じで、今回は残り5個をやっていきたいと思います。それまでスキップ。さあ、これでですね、ようやく磨きを終えました。あの後ですね、1200番。この1200番のペーパーを当ててフィニッシュとして、その後に今3時間かけてマスキングが終わりましたので、マスキングを終えたので塗料を作って、そして脱脂をして、それからね、いよいよ塗装をしてみたいと思います。もう一頑張りたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。さあ、塗装の前にですね、まずは脱脂を行いましょう。しっかりと脱脂をしないと塗膜がのりません。そして脱脂をしたのをエアーで乾かして、それからですね、実際に塗装をしていきます。最初はですね、スモークブラック、トヨタ202を 1% 混ぜた塗料になりますので、ブラックアウトしますので、これをですね、均等的に塗らなければいけないので、これは最初から全体で拭いていくような感じになります。範囲を2回転の吹き出し量を3回転にしました。それでは参りましょう。さあ、いよいよここまで来ました。この塗装がね、やはりこの作業での醍醐味というところで、徐々にね、クリアが入ってます。こちらは、トヨタ202ブラックのブラックが混じってる塗料になってます。はい、じゃあ次はですね、吹き出し幅が3回転の露出が1回転です。いよいよ本格的なね、塗装が始まったんですけども、マーブラはこの作業が一番好きですね。やはり変わっていく様が見えますんで、これ今ご覧になっても分かる通り、すごいクリアじゃないですか。一発塗っただけでこんだけツヤが出てきますんで、今ね、これね、もうワンセットのヘッドライトと交換してます。で、こちらは吉坊さんから頂いたやつで、あの以前にクリア塗ってあるみたいなんですよね。それなんで、そのクリアがひび割れが起きてしまったと。なので後々からね、これフォローして、綺麗にするんですけども、なかなかこのヘッドライトには苦戦させられました。でもまあ、最終的には無事にね解決したんで、まあ良かったかなと。この時は正直ものすごく悩んでました。どうしようって思ったんですけども、ただまあとりあえず上塗りで重ねてって層を分厚くして、でその後そのボコッと膨らんだところっていうのをひび割れてね、ボコッと膨らんだところを均等に平らにしていけば、浸透して平滑になれば目立たなくなるんじゃないかと、そういう作戦を練って、もうひたすら塗ることを考えました。ただ中途半端な塗膜の厚さだとダメなんで、どうせだったら徹底的にやってやろうと思って、もう
費用対効果を関係なくしてもう徹底的に10層塗りましたもう正直ねバンバンに塗料を使いました。だけどまあそれでなんとか最終的には課題もクリアできたし、同時にね深みのあるスモーク塗装っていうのができたんで、まあまあこれはこれで何よりなのかなと思います。でもねやはりこれが一番やっぱり楽しくて、クリアに変わっていくともう感動が生まれますね。ただこうやって屋外でやる方なんかは必ずゴミは絶対入りますんで、なので後々研磨するっていうことを忘れないでください。吹きっぱなしだとどうしてもゴミとか入ってますんで、もう絶対に無理です。諦めてください、屋外ではね。でそしてこの磨きをやるとやらないとだと、やっぱり後々のねワックス塗った具合とかも、そういう時なんかも塗りやすさとかが変わってきてしまいますね。なんか引っかかりがあったりとかすると、そこら辺なんかは正直削っときゃよかったかなとか、後々でもできなくはないんですけど、やはりどうせだったら最初の状態でコンディションいい状態でね被膜を作ってあげたいと思いますので、ぜひね塗装をしたら吹きっぱなしだけではなくて、その後も磨くという作業を一連の工程として思っていただければと思いますので、そうするとどんどん綺麗になってきますのでね。もうこれでかれこれ3層4層ぐらいこれで塗ってるんですかね。同時にですね今これ私フォグランプがあったんで、フォグランプも同色にしたいなと思って、今まではフォグランプは別色にしてたんですね。純正のままとヘッドライトだけスモーク塗装をするっていう感じだったんですけども、今回はフォグランプの方もちょっとスモークをかけていこうかなと。ただ何の車両のフォグランプかはまだまだ秘密でございます。はい。そしてまたこうやってヘッドライトをねひたすら何度も交換してローテーションして、スモーク塗装をしていくと。で今回はですねこの左側にあるリフレクタータイプのヘッドライトやってたんですけども、後々ですね最後の仕上げの研磨のところで大失敗をしてしまいまして、こちらはもう触れません。はい、もうここは諦めました。まあ予備用の、もし車をなんか例えば何回どうしても下取りっていうか引き払う時にあった時なんかにノーマルに戻すようとして予備で一応持ってはいるんですけど、これ中のリフレクターのメッキがもう剥がれちゃったりとかしてすごく程度が悪いヘッドライトだったんで、ついで感覚でやってたんで磨きで失敗したんで、もう正直諦めました。はい。まあこれで一通り作業の方を終えてきて、あとは残りは乾燥かなっていうのでだいぶ落ち着いてきた次第ですね。もうこの辺りではね鼻歌混じりでやって、なんとかできるだけ風がない時にゴミを吸わないようにして、塗装を吹いてる次第ですね。もうこの時はだいぶ肩の力が抜けました。さあ、1日経ちまして、ようやくですね、ヘッドライトの塗装が終わりました。いかがでしょう。こんな感じで。まあ私的にはだいぶ綺麗にできたかなと思ってます。で、一つ問題だったのが、この2つだけが、以前に先ほど言った通り、研磨してあったんですよね。で、同様にクリア塗装をしてあって、多分ね、アクリルかラッカーかなんかだと思うんだけど、ウレタン塗料を塗ったらですね、ひび割れが入っちゃったんだよね。ちょっとカメラで見えるかな。ちょっとね、ここら辺にね、うっすら入ってるんですよ。これね、ここの部分ね。はい。これが入っちゃって、どうしようかと思って、とりあえず、この時はそのまま塗り重ねました。で、これね、全部のライト10層ぐらい塗ったんですよ。で、弱ブラックアウトで塗ってて、それで、マーブラの考えは、この分厚く塗膜を作ったら、その後削って平らにすれば、このひび割れが消えんじゃないかなと思って、なんと10層、はい、塗りました。なので、まあ、今後ですね、これから、これでマーブラは当然終わりじゃございません。この後に、2000番の耐水ペーパーで削って、まあもうペーパーの作業は散々見飽きてると思うんでスキップするんですが、2000番のペーパーで削ってゴミとか、あと塗膜をですね、平らにして、その後に極細の
コンパウンドで磨いていきたいと思います。ついでにこんなフォグランプもね、ちょこっと塗っちゃいました。ガラス面でも塗ることは可能です。これはね、ガラスに関してはペーパー当てられないので、出しだけしてその上から塗った感じになってます。それでは研磨作業の方に入りたいと思います。それまでスキップ。はい、ということで無事なんとか磨き終えました。いかがでしょう。吹きっぱなしの状態とちょっと変わったかは分かりづらいんですけれども、これ動画だとね分かりづらいんですけれども、かなり磨くとやはり綺麗になります。でこっちもひび割れがね、その以前のオーナーさんが塗ったと思われる塗料のひび割れがあったんですけれども、ほとんどね、うっすらよく見るとなんか縮れた跡みたいなのがあるんですけども、ほとんどもう見えないような状況になりました。そしてどうでしょう、若干スモークかけたんだけどわかるかな。一応ね、こんな感じで塗りました。トマトは一応10層になってるんで、早々に剥がれることはないと思います。はい、ということで、一連の作業をまとめますと、私は120番から始めました。320番、600番、1200番。この段階でやって、ずっとね、ひたすらやるんですけれども、これは一番大変です。そして、その後に削り終えたら、マスキングをして、脱脂をします。ただ脱脂とマスキングの前に一回洗ってもいいかもしれないですね。軽くです。で、軽く水洗いで洗った後に、マスキングをして、脱脂をして、それで塗装を拭きます。で、この時は視聴者の皆さんには缶スプレーとか多いかもしれないんだけども、必ず二液式のウレタンのスプレーのやつを購入してください。もしガンとかがあるんだったら、ガンで二液式のウレタンスプレーを塗ればいいんですけれども、それじゃないとかなり塗膜が薄いので、普通のアクリルだと塗っても多分また剥がれちゃうっていうのが出てきちゃいますので、できればウレタンスプレーの方がいいと思います。そして拭いたら拭きっぱなしで終わりではなくて、しっかりと乾いたのを確認したら、大体一晩ですね。一晩寝かしたら、2000番の耐水ペーパーでもう一度表面をですね、ゴミとか大体入ってると思いますので、ゴミとかなんかを異物を除去して、軽くね、全体的にならして、その後に極細のコンパウンドで、バフのスポンジの方はウールバフ。これを使ってやると研磨力が高いので、早く終わりますので、またはひたすらウエスなんかでこする人なんかでも十分できますので、時間がある人は手磨きの方がより細かくできますので、ぜひやってみてはいかがかなと思います。一回やると、もうほぼ自分が車乗ってる間はずっと維持できるような感じになりますので、あとは洗車の時にワックスなんか定期的にやればもう全然長持ちしてますので、くすみとかそういうのが出てきますので、ぜひね、チャレンジしてみてはいかがかなと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、ここにしていただきますと、マーブラスの定期な動画の配信が通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンにしていただければと思います。またね、みんなの車がカスタムしてね、かっこよくなっていければなと思いますので、まだまだこれからもかっこよくなるカスタムをね、紹介していきたいと思いますので、また次回の動画もご覧いただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。